入った声入ったか。なんか PC の立ち上がりとかの調子も悪すぎて、これで入ってる。あ、はい、こんばんはいらっしゃい。お疲れ様です。昨日ね、ちょっと帰ってきたので、少しだけ雑談でもと思って来ました。なんかね、なんて言うんだろう。真夏、はい、こんばんはいらっしゃい。ただいまありがとう。真夏にね、行くことってあまりなくて、まああまり暑い時に行かないんだよね、実際。出張とか。で、今回ね、初めて真夏に行ったんだけど、真夏に行ったからかして、いろんな風習というか、ものが学べたのでね、ちょっと楽しかった話を少ししようかなと思って。まず、俺が今回行ったのは、まあ、バーチャルだと思ってもらって、バーチャルね、バーチャルと。まあ、上海を経由して、揚州というところに行ってきました。まあ、工場地帯みたいなものかな、機械部品だったりとか、あとは、そうだね、なんか、ものづくりをするところの、まあ、機械を作ったりするような会社がたくさんあるところなんだけど、まあ、そこでね、面白い、まあ、風習みたいなものを一つ教えていただいて、まあ多分夏休みかな、夏休みとかが多いのかな。日本ではね、こうバーチャル日本では夏休みにラジオ体操とかするのみんな記憶にある、こう朝みんなで集まってラジオ体操をしてこうスタンプをもらうみたいなそんなのが日本ではあるよね。で、まあ俺もなんだろう、こうそこが中国ということもあって、まあ太極拳とか朝やるらしいんだけど、おじいさんおばあさんたちが集まってゆっくりとした動きで太極拳とかやるらしいんだね。でもここまではさ、俺もまあ上海とかだし、揚州とかだし、まあ、中国とかだし、自然かなと思ったんだよ。俺もそういう話を聞いて、朝こうゆったりとした太極拳をしたりする。そう。映画でね、よく見たりとか。まあそこまではそもそも、なるほどね、みたいな感じで話を聞いてて。で、俺1日目が移動ばっかり、なんかツイートしたと思うんだけど、ものすごい移動が多くて、最終的にちょっと夜、もう着いたのが、ホテルに着いたのがもう結構夜遅くて、まあ7時、8時ぐらいにはもうなっちゃってて、ちょっと何食べるみたいな話になって、晩ご飯食べに行くかって食べに行ったんだよ。で、帰りにね、まあ結構ホテルの前とかに公園があって、公園とかがこう広がってるんだけど、その公園がなんか異様な熱気に包まれてるんだよ。異様な熱気に包まれてて、何と思って、みんなちょっと見に行こうよと思って見に行ったんだけど、そしたら、音楽が流れてたんだよね。音楽が。で、なんかちょっと変だなと思って。で、まあ、取引先の方と、で、まあ、中国のね、相手側の方と一緒にこう、公園の周りをこう、うろつきに行ったんだけど、はい、こんばんはいらっしゃい。そしたらね、こう、おじいさんとかおばあさんが30人ぐらい、30人、40人ぐらい集まってて、まあ、ご飯を食べた後に、まあ、少し体を動かすみたいな風潮があるらしい。ラジオ体操とかは朝やって、で、夜に、まあ、食べた分をこう、解消するみたいな。で、なんか運動とかしてるんですかねっていう話をしたら、見ていきますかって言って、公園を覗いたのよ。じゃあ30人、
ぐらいのおじいさんおばあさんが並んで列になって、今の令和だよ。この令和の時代にはい、こんばんはいらっしゃい。令和の時代にパラパラぐらいスピーディーな踊りをおじいちゃんとおばあちゃんが踊ってたんだよね。音楽に合わせて全員。もうマジで平成のパラパラみたいな音楽が流れてて、中国でえぐくて、しかもみんなおじいさんとかおばあさんが笑顔でとかじゃないんだよ。虚無の表情でこう踊ってて、これ写真とか動画は撮っちゃダメなんですよねみたいな、やめといた方がいいですねみたいに言われて、まあご飯をね、多分ご飯とかすごい量なんだよ。中国人ってご飯すごい量が出てくるんだけど、まあ、それを消費するためらしいんだけど、マジでこうパラパラは真顔が礼儀なの。そうなの。マジで真顔だったよ。虚無だった。30人ぐらいが集まってて、本当に虚無だったよ。虚無の顔でめちゃくちゃこうスピーディーに踊ってるおじいさんおばあさんっていう光景を見させていただいて、で聞いたら、まあ、そういう風潮だと。この辺りは、まあ、中国でもいろいろあるんでね。ただそこではそういう風潮でいろんな、一つの国でもいろんなこう風潮があって、まあ異文化なんだなと。これいろんな文化があって、やっぱそういうのもどんどんそういうところなんだねみたいな、知っていかないとなって、まあ、取引をするにあたってね、思ったなーって。もう見せてあげたかったね、本当に。俺初めてだもん。こう公園に行ってすごいパラパラみたいな音が流れてて、何かなって見たら、もう無表情のおじいさんおばあさんがパラパラみたいに踊ってる。もうまあ失礼にはなるけど、日本でやると通報案件だよね。でも中国はそれがまあ中国というかその揚州ではそれが一般的みたいな感じで、やっぱ異文化なんだなって。本当にこれね、まあカルチャーショックというかなんかたくさんあるんだろうなって。例えば、まあ、イタリアに行ったりとか、まあ、ドイツに行ったりとか、まあ、たまに展示会とかに行くんだけど、まあ、そういうところでもいろいろ知っていけばいろんな文化があって、で、人ってやっぱ考え方ってすごく違うんだろうなと。改めてね、勉強させられたな。本当に。そう、ガイドブックに載ってないし、やっぱこう、触れなければわからない風潮、そこの生活や文化に、そこやっぱ楽しいんだよね。海外があまりそんな好きとかではないんだけど、やっぱり楽しかったね。そういう文化に触れられたりとか、すごく楽しかった。で、やっぱりね、食事がすごく多いんだけど、やっぱり日本にしてみれば安いというか、例えば1日目のそのご飯、まあ、そのパラパラを見る前にご飯を食べに行ったんだけど、男性3人と女性1人で計4人で食べに行って、まあ、シェアしながら食べてお腹いっぱいだねってなって、まあ、4人分で日本円だとだいたい1500円ぐらいで、まあ、みんなお腹いっぱいになるみたいな。4人でね、食べに行って。まあ、それぐらい安かったり、こういろんなものがね、日本とは違って、趣があっていいなと思ったし、肉まんとかね、すごく美味しかったんだけど、だいたい1つ60円ぐらい。日本円で言うと60円ぐらいか。そうだね。60円ぐらい。で、結構美味しいし、やっぱり中国特有のね、まあ、肉まんって感じはするけど、日本とはちょっと違うんだけど、やっぱね、お腹がいっぱいになるぐらい大量に来るけど、まあ、なんか2人3人でシェアするようなチャーハンが400円とかで出てくるみたいな。やっぱりね、行ってみないととか、こう楽しんでみないとわからないことってやっぱあるんだなって思って、
味はね、なんだろう、合わないものと合うものがすごくあって、なんだろう、スープ系とかは、すごく、あの、健康に気を使ってるのが薄かったりとか、逆に、やっぱ辛いものもあるし、それこそピンキリというか、日本人に合う合わないはね、ピンキリかなっていう感じなんだけど。いや、本当に単価ね、どうなってんのっていうぐらい安いんだよ。でも、中国ではそれが一般的っていうだけで、日本円にね、換算すると安いんだけど、結構ね、両極端かな。そう。中途半端な日本にすごく合うっていう感じではないんだよ。実際ね。そうそうそう。ていうか、日本のね、普通にケンタッキーだったりとか、マクドナルドとかも普通にあるんで、あっちはね。まあ、味は味で、合わせにいってるところは合わせにいってるのかなとは思うんだけど。で、まあ、いろいろ食べ物を食べたりとか、あと、スイーツも物色したかな。写真でね、あげてたのはいろいろあったんだろうけど、まあ、ティラミスだったりとか、普通にイチゴのケーキだったりとか結構あったり。あ、のりさん、こんばんは。ありがとう。なんかいろいろあってね。で、多分ね、写真に載せた、串焼きみたいなのを見てくれてたら見てくれてるかなとは思うんだけど、あそこがね、あそこもまた異文化で、まあ、上海とかはね、そうでもないんだよ。上海とかはもうちょっとこう、ちょっとドライな感じがあるんだけど、その揚州というところは結構、なんていうのかな、ものすごく温かい、人と人とのつながりがすごく温かいみたいな感じがあって、はい、こんばんは、いらっしゃい、ありがとう。その温かさがね、すごく特殊で、俺タバコ吸ってたと思うんだけど、タバコ吸ってたんだけどね。お酒も飲んでたり、タバコも吸ってたんだけど、そのお店、串焼きで結構有名な、マトンの、セクン、込まなくていいんだよ、言葉。マトンのね、こう、有名なお肉屋さんで、まあ、いろんな種類のご飯が出てきて、で、中国のその揚州のその温かい文化ってタバコとかをこう渡して一緒に吸って仲良くなろうみたいな文化があるんだけど、この店ね、灰皿がなかったんだよ。で、まあ俺とか日本人だから、いや、これ灰皿ないよね。どうするこれ、吸えないけどみたいな感じだったんだけど、まあ火をつけに来る。いいから吸いなよみたいな感じで火をつけに来るんだよ。で、じゃあ吸いますかみたいなのでみんなで吸うんだけど、で、灰皿ってどうしますみたいな聞くと、地面に普通に灰を落として、みたいな。それでも、お店、お店ですよねみたいな感じで。お店だけど大丈夫なんですかみたいな。いや、いいのいいのいいの。ここはこういう店だから別に下に落としといてもいいよみたいな。で、灰を落として、で、タバコも吸い殻も下に落として踏むんだよね。みたいな。これ日本だと、まあ、あまり良くない、あまりというか、まあ、良くない文化だけど、そこは全然そういう文化で、なんか、ゴミがあったりとか、そういうのも全部下に捨てて、で、綺麗に後から店員さんが、掃除するみたいな感じなんだよね。はい、こんばんは、いらっしゃい。そうそうそう、落とすスタイルだった。で、やっぱり、お酒とタバコがもう主流というか、こう、コミュニケーションのまず一般的な主流で、こんばんは。ひかりさん、こんばんは。いらっしゃい。ありがとう。
うん。で、まあそのお酒も、まあ飲まされるという言い方はあれだよ。無理やりは、こ無理やり飲ませる感じではないけど、まあにこやかな感じでね、飲める人には飲んでね、みたいな。で、俺もまあ取引があったので、まあ結構好きな人たちなんだよ。一気に飲むのが好きな人たちで、なんかフルーティーなビールとかだと、ジョッキみたいなでかいの、タンクみたいなのに来て、ジョッキに入れられて、で、掛け声が、ハーフと、ハーフとフィニッシュだったんだよね。で、ハーフって言われたら、半分まで飲まないといけない。で、その半分まで残ってるものを、フィニッシュって言われたら、全部、こう開けなきゃいけないみたいな。なんかね、本来は、串焼きのところだと、そのフルーティーなビールで、それ以外はまあパイチューっていう結構きつい度数の20度ぐらいかな、もっとかなぐらいのお酒をこう一気飲みする感じの風潮なんだけど、そこはなんかね、もう飲み会のノリみたいな、ハーフフィニッシュがずっと続くんだよね。で、まあ取引先のこう一緒に行ってる方なんてもう一人やっぱこう苦手な方は吐いちゃうみたいな。まあ、正直ね。ただ美味しいよ。お酒は美味しいけどね。フルーティーなやつが桃の、昭和初期くらい。あ、確かにそうかもしれない。古いスタイルと、なんか古いスタイルに温かみを感じているみたいなところはあるのかもしれない。洋酒はそういうタイプなんだよ。で、まあ、上海とかはもうちょっとドライなタイプというか、結構しっかりめに、俺みたいな感じかな。あの、別に現地に行かなくても電話して、ちゃんと通知取って通話して、メールでやり取りできるよねみたいなスタイルなの。まあ、洋酒はそういうところ、いや温かいところなの。結構えげつないよね。パイチューとかだと結構度数が高くて、まあ、ジョッキはパイチューはしないけど、まあ、コップに入れられて、まあ、まあ、乾杯をするんだけど、乾杯って腕を組んで乾杯して一気みたいな。やっぱりね、今回もそれがあって、で、ちょっと俺もさすがにあまり体調もそんなに良くなかったので、最後の日かな。10日の夜はちょっと、あ会食をちょっと断念して、俺は。肉まん買って帰っていいですかって言って。で、ちょっと肉まん4つ買って、ティラミス1個買って帰ったんだけど、さすがにね、地域はあるんだけど、やっぱね、中国人の方とかってね、まあ、SNS とかでね、みんながどんな風に思ってるのかとか、それは無視して関係なくね、俺がその付き合ってる方たちはすごく温かみがあって、まあ日本人も同じだけどね、まあ温かみがあっていい人たちが多いなという印象ではあるね。うん。そうだね、旅行客が多いとか関係するかもな。そういう接待とかの場が多いところとかって結構そういうのはあるのかもしれないね。ちなみにフルーティーなビールってね、なんかちょっとなんか桃の風味だったりとかしたよ。ビール。まあ、樽みたいなタンクから出てくるけど。うん。いや、やっぱり、なんか、何々人だからとかって全然関係なくて、例えば日本人の中でもいい悪いあるし、もちろん中国人もいい悪いがあるんだよ。まあ、そこのね、いい部分に出会えたら、みんな楽しいんだろうなと思いながら、今回はね、楽しませてもらったけどね。で、まあ、今回ね、ちょっと いい Wi-Fi を持って行ってたので、まあ自由に、まあ前回ね、ちょっとあんまりいい Wi-Fi じゃなくて、連絡があまり取れなかったんだけど、今回はね、ちょっと連絡が取れてたので、ツイートしたりとかしてて、で、まあなんかね、俺ちょっとちらっと言ってた、まあ自分、エゴイズムみたいなの話をしてたじゃない。
あれちょっとね、こう中国人の方とかだけじゃなくてね、俺が関わってきている海外の方ってみんな、その、エゴイズムっていう、まあ、自分勝手っていうことじゃないよ、エゴイズムって。そっちじゃなくて、自分自身の芯をしっかり持ってて貫いてるからこそ、他人を気遣える力があるみたいな。それをね、やっぱね、実感させられる。俺なんてまだまだ、まだまだだなと。この人たちって、例えば俺にね、全然違う日本人の俺に気を使っていろんなことができるけど、俺から見たその人は、いや、そんなに気を使ってもらわなくてもって思わないぐらいすごい人たちなんだよ。この人たちだったら、そりゃ周りに気を使えるよな、みたいな。わかる？こう、気を使ってもらってる側が、その人に気を使わないでいいみたいな。そういう人たちがすごく多くて、やっぱ足りないのはやっぱり、まず自分自身のしっかりしたところを持ってないと、なんか、人に気を使っても、その人にも自分に気を使わせちゃうだろうな、みたいなものが、やっぱあるなと。改めてね、勉強できたというか、海外で。実際なんかもう気を使ってもらって、もうスターバックスとかめちゃくちゃ連れて行ってくれたからね。日本だとこういうのが安定してるんでしょみたいな。そうだね、まあ人として安定してる感じもだし、なんか見ててこの人はなんかなんだろうな、言葉に言語化しづらいんだけど、あ、この人はやっぱり自分自身、なんか難しいな。自分自身をやっぱりちゃんとしてるからこそ他人を見れる、気遣えるみたいなものがやっぱあるのかな。まあ余裕ではないんだろうと思うんだよ。相手だって、相手だってさ、こう、別に気を使いたくて使ってるわけじゃないかもしれないけど、そういうのも勉強になるなと思って見てて。で、まあいろいろとね、まあ、そういうのを感じながら、まあ帰国する今日ね、当日になって、なんかね、11日に、じゃあ11日、12日、13日の3日間かな、上海でね、コスプレのイベントがあるんだって、俺も初めて知ったんだけど、今日、明日、明後日の金土日かなで、上海のものすごく大きいコスプレイベントみたいなのがあるらしくて、で、ちょうどね、俺、まあ、新幹線みたいなのがあるんだよ、中国でも。日本に似た新幹線みたいなのがあって、俺それに乗って帰る途中でね、新幹線だよ。まあ日本でいう新幹線ね。綾波レイとエヴァンゲリオン知ってる？新世紀エヴァンゲリオンね。綾波レイと宗竜アスカラングレーがドレスを着て新幹線に乗ってたのね。しかもめちゃくちゃ綺麗な方2人。びっくりして、それ知らなかったから、そのコスプレのイベントがあるって、その時は。いや、欠点とかっていう話じゃないよ。欠点とかっていう話ではなくてね。欠点とかではない。そう。びっくりして、しかもドレス姿なの。なんか、まあ多分プラグスーツだと捕まるかもしれなかったんだろうな。あ、さすがにプラグスーツだとあれぴっちりしすぎてもしかしたら捕まるかもしれないと思ったのか、まあドレスだったんだけど。綾波レイと僧侶アスカラングレーが普通に髪の毛も色でね、いて、えってなって、
で最後までこう上海まで着いて、で降りたら、まあイベント、上海で多分イベントだったんだろうからなんだろうけど、上海に降りてその駅の中でね、化粧をしたりとかメイクしたりとかみんなそこでしてて、ものすごい数のこうアニメのコスプレイヤーさんたちがものすごくいて、いやこれ時間あったら会場行きたいなーって思いながらしぶしぶ帰ってきた今日。でしぶしぶ帰ってきたにもかかわらず天候が少し良くなくて2時間遅れで帰ってきた。そう全然まあ日本の人たちもすごい人はすごいんだけど、なんか一般レベルでああいう感じなんだと思って、その有名な人がコスプレしてる時ってすごい感じがするんだけど、なんか一般の方でもレベルでやるんだみたいな感じで見れたよね。すごかった。いやもうレベチっていうか、まあ俺はそこまであのまあ一般人なので俺はまあ新幹線で普通にそういう方たちが乗ってたらびっくりするよね。一歩引いたよね。みたいな。本当だよな。遅れるって分かったら見てたのにな。というね、いろんな経験をして帰ってきたみたいな。まあ12月かなんかにね、まだ展示会があるので、もしかしたらまた行かないといけないかもしれないんだけど、そこはちょっとね、俺もあまり行きたくない。展示会ばかりだとね、面白くないんで、行きたくないから行かないかもしれないけど。で、まあお仕事の方は順調に帰ってきましたね。前回はちょっとダメだったんだけど、今回は、その話がちゃんと終わって、無事に帰ってこれたので、まあ直近はもう出張はないんじゃないかなと思ってます。はい。お目目キラキラしなガン見しちゃう。はい。ですね。よかった。まあお仕事がね、まあお仕事で行ってるんでね。まああと少しお話ししとこうかなと思ったのは、まあちょっとお土産がね、スケジュールで買えないんだよね。俺が買ってきたのだからなんか高級なお茶だけかな。お茶を会社の社長に買って帰るみたいなぐらいしか買えなかった。スケジュールが結構パツパツで。そうそう。それで、まあ、英語のポストをしたりとか、あと、ファンボックスの件とかね、少しお話ししようかなと。まあ、英語のポストは、まあ、海外の方、まあ、海外の方ではないんだけど、本当は海外の方ではないんだけど、結構今英語とかお話ししてる方がいて、まあ、その方が実は、俺が大学の1年生の時に俺、履修してた項目がいくつかあって、まあそこって専門的な4年間の中でも専門的な分野を学ぶのは3年目からっていう、まあ大学で、まあ、1年の頃はね、いろんなものを履修しなさい。ここからいろんなものを履修しなさいみたいな話があったんだけど、その時にね、まあ仲が良かった人が、今でも仲がいい人が一人いらっしゃって、まあ、同じ心理学専攻をしてた、まあ方っていうよりも友人なんだけど、ちょっと女性の方でね、全く俺とは別の理由で心理学を専攻した方で、俺はその人の感情みたいなものが理解したくて心理学専攻で、まあ心理学1、2ってあったんだけど履修、まあ両方取って、セグン女性じゃないよね。セグン女性だった、もしかして。でまあ心理学、その人はまあ全く別の理由で、まあこれは伏せるけど心理学を一緒に専攻してて、
まあ、今でも友人なんだけど、まあ、夏のね、ボイスだったりとかを聞いてくれたりしてるんだよね。まあ、その人は活動をそもそも知ってて、夏のボイスとかを聞いてくださったりとかしたんだけど、まあ、これなんか、ちょっとあれなんだけどね。まあ、結構ズバズバ言う方、海外に住んだりとかしたりしてる方なので、結構日本人よりもズバズバ言う方で、あの夏のボイス、理解して言ってますかみたいな話をされて、どういうことっていう話、ちょっと向こうで電話したりしてたんだけど、例えば、二人で時間を合わせて仕事が忙しい中で浴衣を着ながら夏祭りに行く。このシチュエーションって好意を持ってないと絶対にないって分かりますかみたいな。もちろんそうだよね。なんか全然好きでもない。全然なんか興味ない人間と一緒に行くわけないじゃん。みたいな。で、そうだよねっていう話から、じゃあそんなもう前提的に好意を持っているような2人がいて、まあこう忘れられない思い出になるといいねみたいなことを言われた時に、あなたどう思いましたか、どう思いますかみたいに言われて、いや嬉しいなって、いや嬉しいなって俺は思うよみたいな感じで話をしたんだけど、まあボイス自体は俺が全部考えてやったやつだよ。それを聞いてくれてね、その人が。で、それ嬉しいって、これなんか言い方難しいんだけど、嬉しいとしか思ってないですよねみたいな。理解がそもそもこの時にどう思うかとか、どんな風に言われたら嬉しいかとかで、どんな風にこう言われたら好きになるのかとか、そういう好きとかの気持ちって理解してないから、そう感情全然こもらないんですよねみたいに言われて、はみたいな。いや、わかんねえっつったろみたいな感じで若干喧嘩になったんだけど、俺はだからわからないって言ってるだろみたいな。そもそもラブが分かってたらもっとみんなにモテてるわみたいな。こんな美女もいいのにいろんな人にラブを振りまいてモテてるわっつって舐めてんのかみたいな感じになって、 X も見てるだろうから英文で書いてやったわ。いやでもね、実際その通りなんだよね。俺は理解できてないから、どう言えばなんていうの、なんかメロとかって言うんでしょう。メロガルみたいなのがあるらしいんだけど、まあ、メロガルとかって理解できてないでしょ。相手も分かってるんだよ。俺が、まあ女心じゃないよ。女性の心とかではなくてね。ライクしか分からなくて、ラブという感情があまり俺の中では分からなかったりとか、まあ、感情で言うと人と違うところで笑うので、なんでそこで笑ってるのかが分からないとかのタイプなんだよね。奏でるやつね。奏でてるんだあれ。キュンじゃなくて奏でてるってこと、まあ、そういうのもあってね。でもその通りだなって、やっぱりちゃんと聞いてる人にはそれがわかるし、知ってる人にはそれがわかるし、メロだった。すごい嬉しいな。嬉しいんだけど、そのメロポイントをまた今度教えてね。まあそういう風にしていく中でね、やっぱ理解してないとできないし、で、やっぱり理解してないのに理解したふりをして配信とかでもこう、たまに俺笑ってる時あると思うんだけど、
いろいろこう、なんて言うんだろうな。本当は笑ってない時でも、配信上笑おうとして笑ってる時もあって、それも良くないよってやっぱ言われて、ちゃんと笑ってる時しか笑わなくていいんじゃないみたいな言われちゃって、はみたいな。配信で笑わないやつどうだよみたいな話とかもしてたんだけど、まあ、そうなんだろうな。実際なんか、笑ってた方が嬉しいって思う人の方が多いと俺は思ったから、少し笑ったりとかの方を増やしたんだけど、バレるやつにはバレるんだなと思って。愛の伝道師、愛の講義してたもんな。ちょっと俺には理解できなかったけど、あれ。コラボとかね、なんかそういう時、人と話をしてる時は結構、いろいろと理解しながら話してるつもりなので、笑ったりとかする笑ってると思うんだけど、なのでね、その決意表明みたいな形かな。無理にせずに、まず自分のスタイルは、もう自分の配信をそのまま配信しちゃおうかなみたいな。それでね、こいつつまらないなとか、全然笑わないじゃんこいつとかって思われてももう、それは仕方ないかなと、俺は思うので、その分でなんかコラボとかで、なんか笑うのが多かったら、こいつら仲がいいんだなと思ってもらえたらいいのかなって感じかな。いやねえじゃなくてね、俺あれ聞いてたけど全然わかんなかったもん。彼何言ってるんだろうって裏で話してたよ、俺は。俺のね、話で笑ってくれるのも嬉しいし、俺の反応でね、俺が笑わない反応で笑ってくれるのが一番ありがたいのかなと思うけどね、実際。あんま笑わないんで。そうだね、俺が笑うところが多分、この人のツボなんだなって思ってくれたらいいかな。そうだね、無理してもね、続かないし、あまりこう、無理に笑ったところで、喜んでくれる人と喜んでくれない人がどうしても出てきちゃうしね、仕方ないのかなと思って、今後は自分のスタイルをね、貫いていって、つまんないと思う人が多いかもしれないから、決意表明として、それでも自分は貫くんだよっていう表明をしとこうかなと思った感じかな。あとね、ファンボックスだったりとか、なんだっけ、ギフトとかを閉鎖してる理由なんだけど、ちょっと俺自身、初配信とかで話したいろんなこう目標があると思うんだけど、目標って全然叶う未来の話も叶えようとしてるだけですぐに叶うような未来じゃないっていうのは誰もが分かることで、俺も分かってるから、何年も先でどんどん進めていく形なんだけど、それまでにじゃあただ何か配信をしてればとか、そういうことじゃないと俺は思ってて、で長いことすればするほど、長くしてれば偉いんだよみたいな感じもきっとあると思うんだよ。これは俺だけの話にしといてね、今ね、俺だけのこの考え方だと思ってほしいんだけど、俺はそのビジネスとかいろいろ関わってきて、今でもきちんと朝から深夜まで働いてる時もあるけど、夜まで働いてて、ビジネス関連ですごく考えることが多いんだよ。実際ね、趣味もそうだし、趣味だってただ好きでやってるけれど、趣味に成果が伴わなければさ、それってどうしたいのみたいになっちゃうよね、実際。で、
俺はただ同じことを続けてるだけっていうのは、停滞してるのと一緒で、それはね、ビジネスでよく言われる、停滞イコール死と同じなんだけど、俺はそう思ってて、で、配信でも、一つ一つの配信で少しずつでも学びを得て進んでいけたらなと思いながら、一つ一つね、なんか目標を立てて進めていってたんだよね。で、今の目標で言えば、収益化だったりとか、みんないろいろあると思うんだけど、俺はまず収益化で、その収益化までにみんなにいろんなお写真だったりとかを提供したいものがいろいろあって、でそれを活動費用として決めてたの。ここまでが活動費用ですって自分の中で決めてて、もちろん俺働いてるんで、その通常の活動費用がなくなることはそもそもないんだけど、活動ができなくなるってことはないんだけど、でも無尽蔵に自分が働いてるお金を全てどんどん使ってたら甘えると思うんだよ。お金があってダラダラと続けられる、それって甘えにつながると俺は思ってたから、決まったお金で、要は決まった費用でみんなにいろいろなものを提供したいなと思ってて、でその中でファンボックスだったり、収益化した収益だったりを織り交ぜていって、今後少しずつ増やしていこうみたいな感じだったんだけど、まだちょっと今収益化に達成できてない状況で、10月分ぐらいかな、秋ぐらいまでのお写真は一応お願いすることができたんだけど、そこまでで決めてた費用は過ぎちゃったんだよ。過ぎちゃったんで、ちょっと収益化するまではファンボックスだったり、そのギフトだったりっていうのをやめようかなと、控えてもらおうかな。で、どうしてかっていうと、お返しがそもそもできないんだよね。その秋ぐらいまではもうお願いしたんで、いくつかお写真だったりとか、いろんなコンテンツを提供するためのお写真だったりとかっていうのをお願いしたんだけど、ファンボックス用に言ってたみたいにね、8月の、PC 壁紙だったりとかの後、お返しすることができなくなってて、でそれがなんでかっていうと、決まった分から過ぎちゃうので、ファンボックスに入ってくれてる人たちの負担も大きくなっちゃうし、5ヶ月、例えば5ヶ月を払い続けるじゃない。5ヶ月払い続けてもお写真が一向に返ってこない。で、例えば俺だけだよ。俺だけの中の配信活動で言えば、俺は何かを提供することで何かをもらうという、矢印が一方向じゃ意味がないというスタイルなんだよね。どっちにも矢印が来るっていうのが俺のスタイルというか、俺の考え方なんだよ。千瀬くんには千瀬くんの考えがあって、俺には俺の考えがあって、そこはね、俺が折れるようなところではないので、てかお返しができないからっていうより、そこでどんどんそれを受け取り続けてしまって、じゃあ言い方難しいね。お返しできないから受け取らないっていうわけじゃないんだけど、それをただ受け取り続けてお返しができない自分を許せるのかどうかっていう話なんだよ。俺は俺のために俺の活動っていうのをやってるし、それをみんなに楽しんでもらいたくて、でもそれは俺が楽しんでないとみんなを楽しませれるわけがないんで、
じゃあ俺が許せない俺の活動をしてて、みんなを楽しませてあげられるのかなって、それは違うなってやっぱ思うわけだよね。うん。そうだね。まあなんか自分の中でいただき続けることは自分の中では許せないものであるっていうのが、まあ自分だけだよ。自分だけね。他の人は関係ないからね。自分の活動の中で言うと、まあそういう形なので、俺は、まあ収益化だったりとか、えそういったものができるようになってからかなと思ってます。配信自体がお返しになってくれてるっていうのはね、すごく嬉しいことなんだけど、この配信っていうのはね、みんなが平等に楽しめるもの。YouTube とかの配信で言うと、みんなが楽しめるものだから、逆に言えばわざわざね、こうファンボックスで月々お金を払わないと楽しめないものじゃない。普通に楽しんでもらいたいなと思えるものでもあるし、まあまあまあ、みんなはあまり気にしなくてもいいかな。これは俺の問題で、俺がね、自信を持ってみんなに、いや、これ俺がお金もらえるとか、俺がこう、なんて言うんだろう、お返しがちゃんとできるんだよって思えるようになったらね、再開したりとか、いろいろできるんじゃないかなと思うので。ただね、その分、こう、ちょっと収益化までまだまだ遠いと思うので、もしかしたら秋までに収益化ができてなかった場合は、すごく申し訳ないんだけど、クリスマスだったりね、バレンタインだったりとか、誕生日だったりとか、もしかしたらお写真が皆さんに配布できない可能性もなきにしもあらず、そこは申し訳ないかな。まあ、誕生日はちょっとさすがに考えるけどね、自分のことでもあるし、まあどうかな。誕生日だからこそ別に自分自身を、自分で祝う、必要もないのかなとも思うけどね。はい、まあぜひぜひ。まあでもね、みんなすごく、再生時間めちゃくちゃ貢献してくれてるよ、みんな。3ヶ月でだって半分ぐらいいってるんじゃないかな。まあ半年とかで再生時間だけだなら、行くんじゃないかなと思ってはいる。みんなね、すごく見てくれてるのがわかるし。うどんで腹が破裂しそうなゆらぎくんは何をしてるのかな。まあまあそういうことなので、別に皆さんはね、気にしないでもらって、俺は俺の配信、俺の活動をしていくだけということで、皆さんはね、逆に変わらずに普通に配信を楽しんでもらえたらいいかな。ちせくんのはちせくんのファンが見てるでしょ。いつも見てるよ、ファンが。はい。まあそれぐらいかな、話したいことっていうのは。まああとはね、明日の猫山家コラボ、楽しみにしてもらえるといいかなと。実はね、ラフトなんだけど、明日、夏のね、イカダで、遭難するみたいな、ラフトのゲームなんだけど、実はあれ、俺、足引っ張りそうで、そう、足引っ張りそうなんだよね。なんでかっていうと、あれ、パッと対応してなくて、ヒーマウなんだよね。初めて俺足引っ張るかもなと思って。ゲームでちょっとね、足を引っ張るのは、
俺の役割じゃないからなと思いながら、情けない姿は見れないと思うけど、多分ね、戦いにはいかないかも。あのゲームって結構、なんか狩りをしたりすることも必要になってくるんだけど、そこは多分ね、ぶら下がりプリンセスとか、脳筋お姉さんに任せるかもしれないな。何の顔それ。せくん何の顔なのそれ。そうだね。俺はなんか、物を集めるのが主流になりそうかな。キーマウ苦手なのっていうかね、ちょっと身体的な不具合によってあまりキーマウが、こうなんか、なんて言うんだろう。苦手っていうか、あんまり動けない。あれはね、なんか、いきなりイカダにポツンと出されて、海の上で漂流する感じかな。で、漂流してて、で、その漂流してる中で、いろんなものがこう流れてくるんだけど、その資材を集めて、イカダを大きくしていって、クリアもあったんじゃないかな、確か。クリアの本当の目的みたいなのもあって、ただそれはすごく長いから多分やらないんじゃないかな。あくまでこう、なんか拠点を作ったりとか、なんか目的を作ってやるみたいな感じが多いかな、あのゲームは。まあ、あとはそうだな。あとはね、その猫山家コラボが明日あって、明後日はね、ちょっと俺の意味わからない企画、俺がね、まだ全然関われていない人たちの中で、まあ、適当にその相互フォローさんとかに、いいねくれた人をピックアップして、DM 送って、その人を、その人たちの、なんだっけ、あ、その人たちが何を食べるかとか、何食べてそうみたいなのとか、まあ、この人とだったら俺だったらあれを食べに行くかなみたいなのを勝手に想像して、ちょっと怒られるかもしれないけど、勝手に想像して雑談するだけの企画をあさってやる。なんか多分ね、関われてる人と全然関われてない人がいるから、まあ、知ってる V さんも出るし、多分知らない V さんもいるから、今後ね、もしかしたら関わっていくかもしれない V さんとかなんで、なんか紹介になるかなって。まあ逆に関わらないかもしれないけどね。ちょっと全然わかんないけど。空に気をつけな。ああ、鳥ね。ああ、そうそう、ゴミ拾って言い方を大きくするやつだね。そうそう、それだよ。長い方もおられるのかな。またちょっとね、後で、まあ、立ち絵とかいただいた人たち、サムネ作るときにね、見ると思うけど。そうそう、食べ物というか何を、なんか、どんなものを食べてそうとか、VTuber さんってさ、こう、やっぱこう、姿があって、その姿に沿った、こう、物語があると思うんだけど、その中でなんか何食べてそうだな。で、俺だったらこの人と何食べていくかな、みたいな。食べに行くとき何食べるだろう、みたいな。そんなバカなことを、なんか意味わからないことをこう話しながら雑談できたらなって、みんなとね、この人何食べてそう、俺多分この人をこんな感じで食べてると思うんだよな、みたいな。ああ、ちょっと意味わからない感じで、ちょっとやりたいなって。で、その中で、まあ、怒られないようにはするつもりだけど、あまり関わりを持ってない人たちもいいねくれてたりとか。
あとね、こう男性部員もね、こう何人か、で、全く知らない人もいいねくれたんだけど、残念ながら、その方、こう DM 開放されてなくて、声かけに行けなかったんだけど、誰だったかな、二月さんだったかな、そういう名前の方だったんだけど、いいねくれてたんだけどね、DM 開放されてなくて、残念だけど、ちょっと声かけれなかった。食事交換とかしますかってどういうこと？どういうこと？あれだよ、全然もう、マジで関わってない人もいるからね。あれ、ナクラさんって読むのか。二月さんじゃなかったあれ、読み方。あれ、ナクラさんって読むの？なんか、2に月じゃなかったっけ？多分、そんな、なんか二つの顔を持ってる方だったかな。なんか、見に行ったら、そんな感じだった。でも、解放されてなくてさ、声かけれなかった。ああ、そうかな多分。あの、なんか、ちょっとスーツみたいな。あ、いや、もうね、一応、ほとんどのサムネ作っちゃったからな。新しくは声かけれないかな、もう。いや、絶対食べなそうなものに多分するけどな。まあまあ、興味持ってくれてたのは嬉しかったけどね。まあ、いいねくれてたっていうだけだから、まあそもそもそこに入るかどうかはちょっとわかんなかったけど、てかそもそも紹介しなくてもみんなめちゃくちゃ知ってるじゃん。いいでしょ。紹介しなくてもみんな知ってるじゃん。なんか、相互さんなんでしょ。ね、最近さ、まあ、これ全然話変わるんだけど、DM の開放ってみんなやっぱしづらいよね。スパムとか、グループに勝手に入れられるみたいな。あれをなんとかしてほしい。X の運営側には。異常な、なんていうの、勝手にグループに入れられてすごいなんか来るみたいな。スパム系のやつがさ、すごくて一般開放できないよね。仕方ないと思うけど、あれはもう DM。あれマジでイライラする。俺もさ、一般に開放しててさ、いろんな人からさ、マジでこう、俺ってそう、こう、あれめちゃくちゃ、たまにあのグループにコメントするときあるって何？どういう世界線なのそれ。あ、そうなんだよね。まあ挨拶後ってなってるけどね。そう。でさ、俺とかだとさ、まあ正直なところだよ。人から DM 来ることがないわけよ、ほとんど。開放しててもね。俺に声かけてくれる人ってもうほとんどいなくて、本当に。でさ、開放してる時にさ、たまたまこう DM 来たみたいな通知が入ってるとするじゃん。期待するじゃん、こう。期待するのよ。あ、俺に DM くれてるって誰が俺とこう挨拶してくれたんだな、とかって。で、見てさ、そういうスパムとかグループラインだったらさ、携帯へし折りたくなるよ。せっかくなんかこう、いや、せっかく俺に DM が来てるのかなって、こう、パッ
って見てんのに、スパムとかだったらさ、そう、マジでワクワク返せって感じ。顔面が強、顔面が強強だったら普通声かけたいってならない？いや、友達になりたいなみたいにならない？ならないか。俺内面が腐ってるもんな。眺めていたいイケメン。眺めていたいイケメンって何？儲かった分って、てか、それ勝手に自動的に儲かるシステムじゃないでしょ。なんか、グループメールって。あれなんか、アルバイトのあれじゃないの？勝手に儲かるわけじゃないでしょ。いや、なりたいよって言ってくれてる皆さんはリスナーですからね。ちょっと友達にはなれない。いや、そんなことないでしょ。だって、あれだけコラボ配信とかしててさ、すごくフレンドリーなところが見れてるわけじゃない。もうものすごくフレンドリーで、なおかつあれでしょ、こう、めちゃくちゃフットワークが軽くてさ、すぐみんなのところにこうコラボできるみたいな感じを見せてるにもかかわらず、俺には挨拶の DM がほとんど来ないからね。なんかやっぱあれかな。ちょっとこう、やっぱもうちょっと有名にならないとダメか。つてくん、つてくんどうしたの？だって俺、つてくんとめちゃくちゃフレンドリーだけどな。つてくんほど俺、フレンドリーに接してる人いないと思うけど。でもどうなんだろうね、実際。めちゃくちゃフレンドリーに接してるようで。でも硬いのかな。礼儀はね、ちょっと硬かったり。あと深夜とかに結構、決まった人とかと遊んでるから、声かけにくいとかもあるのかもな。だからその顔何なんだよ。その顔は。ポワポワしてるかどうかわかんないけど、実際その、裏では、配信ぐらいのテンションじゃないかもしれないけど、でも、いいでしょう。そう。こういうことを言っててもね、結構声かけてもらえることも増えてはきてる。なんかね、月末かな？今月末ぐらいにもまた新しいコラボを誘っていただけたりとか、あとなんか今日ちらっと声かけていただいて、またどこかで、コラボがしましょうかという話をいただいてるので、いろいろとね、多分、コラボがあったりとか、逆に個人でね、配信する、物語系のね、配信を進めていかないといけないので、どんどんやっていこうかなと思います。その間にね、意味わからないゲームだったりとか、いろいろね、増やしてはいるので、配信できたらなと思ってます。ちょっとね、声かけていただいたものにはできるだけ対応しようと思ってたりとかするので、7月もね、できるだけいろんな配信ができたらなと
ってるのと、あとね、8月はちょっと固定で、まあ、海を楽しめるようなゲームができればなと思ってます。これはまあコラボ、まあ特定の人とのコラボになっちゃうけど、まあそれも楽しんでいただけたらなと思いますね。夏の思い出作りみたいな形で皆さんに楽しんでもらえたらと思います。はい。全裸でね、海に泳いでるかもしれませんね。それパチンコだろ、海物語は。楽しめないよ。魚群全然当たんないし。そうだね。夏は夏に適したものを楽しまないと。あと、何だったかな。あ、そう。あとね、8月の初めぐらいに、第1回の、メンズトークを開催しようかなと思ってます。まあね、これはある程度告知すると思うんですが、初回はね、彼に来ていただこうと思ってて、まあ、でも彼と話をしてるのは、マジで意味わからない、表で普通しないだろみたいなゲームだったりとか、してもいいんじゃないかなって、もう本当に裏見せますよぐらいの感覚で、メンズトークをね、進めていけたらなと思います。2回3回とね、徐々に増やしていけたらと思っているので、よかったらね、楽しんでください。このメンズトークはね、俺が考えたものなので、そう考えるとやっぱ夏は俺結構動いてるな。熱々だな。7月8月と。本当に冬は冬眠しそうだ。あ、その分ね、自分の配信がおろそかにならないようにだけ気をつけるので、皆さんもね、俺が個人で配信してる時でもいろいろと見に来ていただけると励みになります。はい。まあ、今日はこれぐらいにしようかな。明日もちょっとね、朝早いので、俺何か言い忘れてないかな。ちょっと待ってね。なんか言い忘れてた。なんか言い忘れてたかな。なんだ。やばい。今日は疲れすぎて何を言おうと忘れてるのかがわからなくなったから、また今度にしよう。はい。では、お疲れ様でした。